どうも、ベトナム在住の浮津です。友達のスーパーカブね、タペット調整とかいろいろ細々としたことやってね、返せるようにしたいと思います。これセルモーターの方はね、これが古いやつでもう新しいのに変えたんでね、別に何もチェックする必要もないんですけども、一つはね、煙が出たような気がしたのと、中で何が起こってんのかね、ちょっと見てみたいと思います。うわ、もう中が飛んじゃった。煙が出たけど、出たはずだけど、別に焼けたりはしなかったのね。ここの当たり面がなんか変かな。ちょっとなんか変なガジガジしてるところがあるんだけど、これのせいか。これね、実は前々回か言ったんですが、マニュアルを見るとね、いろいろ書いてあるんですよね。これか、スターターモーター。スターターモーターでね、ブラシの交換時期だったりとかね、これ4ミリ以上はあったのかな。で、ここですよ。私これですよね。汚れるか、まあいっか。ここをね、サンドペーパーで磨いたんですけども、マニュアル見るとね、ここにサンドペーパー等で磨かないことって書いてあるんですよ。変色をチェックするだけなのかな。で、あとはこれ多分コミュテーター間とか、コミュテーターとシャフトの通電を点検するってやって、これがどうもコミュテーターってものらしくって、こことここは通電しなきゃいけない。で、こことここは通電しちゃダメだっていうことなんで、まあ今から見てもね、どうせ使わないやつですけど、見ていきましょう。それとね、実はこれ前に開けた時に気になったのが、これ映んのかな。映ってる？ここって溝があるじゃないですか。溝があるんだけどもね、この根元のところがくっついて見えるところがこれか。これとかどう見てもくっついてると思うんですよね。それがいいのか悪いのか。まあこれとこれの間が通電するはずだけど、それでもね、コイルを通って横に行くはずで、これ変形してダメになってんじゃないのかなと。だから回転が重かったのかなとか、ここもくっついてるように見えるんだよね。まあくっついてるってことは通電しちゃうのか。通電確認。こっから行こうか。こことここが通電しないぞ。したで、あとはこれが通電しない。テスターで見る限り問題はないんだけどもね、なんせ前回開けた時に気がついて言わなかったんですが、どこだ？ここがね、当たってんのがダメなんじゃないのかな。まあそれを見たかったのと、燃えてなかったのかなっていうのだけをチェックしたかったんで、これは終わりにしましょう。次はね、このタペット調整やっていくんですが、プラグがね邪魔になるんで外しておきます。プラグはもう別に映らないか。
ちょっとしかね走ってないけど、そんな問題はないんじゃないのかな。ちょっとやっぱり黒いかな。で上視点、ファイヤー、トップ、さあこれでエンジンかけてみようかな。ちなみにね、これ、前回の動画から、1、2、3日目です。でエンジンはね一度もかけなかったんですよ。しばらく置いてどうなるのか見たかったのとね、あとなんせタペットを調整する前にエンジンかけちゃうとエンジンが熱くなって調整できなくなるんで、セルで行ってみます。かかるかな。若干怪しかったけど一応いけたのかな。まあ1回かかれば OK ですね。とりあえず今回はねこれでエンジンは終わりにします。本当はねヘッド周りとか見ておきたいんですが、またそれはね何かもうちょっとおかしくなった時に見ることにして、今回はエンジンはねこれで終わりです。さあじゃあチェーン貼ろう。さあチェーン貼りましょう。ちなみにこれね洗浄してもうチェーンオイルもね塗ってあります。そうした方が位置合わせしやすいんでね。でこれでチェーンも終わり。さあ最後もう1個だ。さあ最後の1個、これはね整備ではないんですが、前も言ったようにこのエンジンはね、中華エンジンコピーバイクのエンジンなんでね、ここまでねこいつだよね。これだな。中にギアインジケーターのセンサーがついてるんでね、こいつをつなぐだけでねギアインジケーターを外付けできるはずなんですよ。なんでちょっとねこれをつないで確認をしていきたいんだが、一応延長コードもあるけど、これ直つなぎでいいのか。直でねちょっと掃除しよう。確認はこれつなぐだけでいけるんじゃない？で来る方どっから引っ張るかだよね。ホンダ純正のキーオンの黒ここになんか線はいないよね。黒さんちょっとキーから引っ張るか。さあ仮つなぎなんでこっから電気をもらっちゃって、映ってんだよね。キーオンで2足ね順番はバラバラか。ち
ちょっとちゃんとしたとこから電気取りたいな。よし、これ動画にしませんでしたけどね、黒い線はメーターの中のとこから電源取りました。で確認をしますが、なんせもう見た瞬間にね、つなぎ方が全然違う、それぞれ独自のシステムでつながってますんで、まあ見ていきます。 N が2だったんだよね。 N が2で1、1が5、2が4、3が3、4が0となんかぐちゃぐちゃですけど、つなぎ直します。これね、配線の配列、順番がね、車体側とこのインジケーターで違ったんで、やっぱりこっち側をね組み替えた方がいいと思うんですよね。特にこれ端子が押す型で入れ替えもしやすいんで、ただその前につなぎ方を確認しておきたいと思うんですよ。つなぎ方というか、どの線が何なのかね、見ていきましょう。まずはカメラには映らんか、まあいいや。こいつが0ね。でつかむぞ。4、これ映ってなかったと思うけど、一足だけねつかないんですよ。1だけ反応しない。断線1がつかない。これは被覆剥がずに端子つないでんじゃないの。どれだった？これちょっとなんかね、配線のつなぎ方が怪しい。これでどうよ。こうやってつくよね。1何かっていうとね、うまく映せないだろうけど、この導線向かなきゃいけないところをね向かずにかしめてあるんですよ。だから接触してなかったとまあ故障じゃなくってよかった。これは端子を付け替えね。一応細い線だから折り曲げよう。本当はもっと長くしたいんだけどね、短くすると長さ合わないから、これでいいでしょう。これだったよね。OK ですね。さあ、でこれのつなぎ替えだ。やっぱりこれでつなぐのがいいんで、つなぐというか変えるのがいいはずなんで、1、これが1じゃないや、これがニュートラルだった。ニュートラルが4、
なんかうまくいったかどうかわかんないけど、これが5足の線なはず。行ってみよう。なんかね、混乱して何がどうだかわかんなくなってきたけど、こいつつないで、これでいけんじゃないのかな。キーをオンね、ニュートラルで1足2足3足4足 OK。 さあさあ、これでいきましょう。これね、こんな割り込ましのアダプター作ったんで、こいつを使ってつないでいけばいいのかな。こうですね。ちょっとごちゃごちゃになったけど、でこれをね、どこに持っていくかはもう持ち主に任すんで、あとはね、この、カプラも渡せばね、好きな場所に固定できると思います。テープで貼るしかないんですけどね。ギアインジケーターはね、ここですね。一応動画撮ろうかな。これで今は2つついてて、スタート。なかなかね、いい感じじゃないかな。座ってても見える位置だと思います。これでね、友達のカム終了しました。あとはね、ちょっともう一回ちょろっと試し乗りをして、返します。なんで、また次からは自分のスーパーカムですね。それじゃあ今日はここまでです。それではまた。